不動産屋さんの怪談語り手ゆりです。今回のお話は私の知人の友人が体験したお話で、体験者さんからの直接の聞き取りはある理由からできませんでした。そのためその知人の推測も加えることになりますが、怪奇現象などの重要な部分はすべて正真正銘の真実です。さて、皆さんは道路標識で俗に言うびっくりマークがあるのをご存知ですか？黄色の背景に黒の簡単符がシンプルに一つポンと描かれているものです。全国的にとても設置数が少ないそうで、私は見たことがないです。俗に心霊スポットを表す標識などと言われますが、このびっくりマークの標識はその他の危険という意味のもので、他の警戒標識では表現することのできない警戒事項を表すということです。ですから真偽のほどは別にしても、それに心霊現象も含まれると考えられないこともないですね。ただ補助標識が一緒につくこともあるそうですが、ついていなければ一見何に注意すればよいか分かりにくい標識とも言えるのです。さて、その数少ない貴重なびっくりマークの標識が山形県と宮城県の県境にあるそうです。これは今から20年ぐらい前の出来事です。当時宮城県に住んでいたその知人の友人に、仮名ですが本田さんという方がいました。まだ20歳そこそこの青年で、休みには車でよく友人らとドライブに出かけていたそうです。その時代も若い人の間では心霊スポット巡りが人気で、本田さんとその友人らも車で山奥の廃村や廃神社などを探索に行っていました。そんなある時、ちょっとした情報を聞いたそうです。それは山形県と宮城県の県境にある山道に、古い小さなお社の祠があるということでした。そしてその祠の中には刀がしまってあるという噂でした。そのお社の場所は地図にも載っていないところで、どうということのない普通の山道にあるのですが、その周辺ではなぜか原因不明の事故が多発するいわくつきの場所だということでした。ところでその地図にも載っていないお社ですが、その目印はすぐ脇に例のびっくりマークの標識が立っているという話でした。補助標識も何もない、ただびっくりマークの標識だけがあるそうです。ですから何に警戒せよという意味なのかが分からず、誰もが隣のお社と関連づけるのは当然でした。そこで怖いもの知らずの本田さんと仲間は、何か不思議なことがありそうなそのお社を探しに行こうということになりました。本田さんの車で友人数人と、まだ夕方の明るい時刻にその山道の峠を走っていたそうです。車の通りも少ない峠でしたから、例のびっくりマークの標識は簡単に見つけることができました。あったあったとみんなではしゃいで車から降りると、なるほど標識のすぐ隣に小さな鳥居と奥に古い祠があったそうです。周りはうっそうとした雑木林でしたが、鳥居から祠の周りはおそらく定期的に掃除がされているようで、雑草もあまりなく、難なく祠の前まで歩いていくことができました。本田さんと友人らはその祠をぐるりと回って観察したそうです。噂ではこの祠の中に刀がしまってあるということですが、本田さんたちはそれを確かめてみようということになりました。その時は本当にただのノリだったそうです。祠の扉をこじ開けたのか、すでに鍵がかかっていなかったかは不明ですが、いとも簡単に祠を開けることができました。そして中を覗いてみると、全員「おー」と感嘆したそうです。そこにはまさしく一振りの刀が丁寧に鞘袋に包まれて収められていました。噂は本当で、みんな興奮気味になり、誰彼ともなくこの刀ってかなり価値あるんじゃないかなどと冗談交じりで言っていました。
ただ友人たちは本能的にこの刀には触れてはいけないことは分かっていました。でも本田さんだけはその刀を見ているとなぜか急に手に取ってみたくなったそうです。そこで友人らが見ている前で腕を伸ばしその刀をつかみ取りました。みんな唖然として本田お前何してんだと慌てて止めようとしましたが、すでに本田さんは刀をしっかり抱えていたそうです。友人たちはああ強いらないという感じで呆れていましたが、元に戻すのだろうと思っていました。ところが本田さんはこれ持って帰るぞと言い出したそうです。さすがに友人たちもそりゃ盗んだらやばいんじゃないかと止めたのですが、本田さんはこんなところめったに誰も来ないし、祠の中なんか見ないし、誰も気がつかないよと平然と言いました。そして誰が盗んだかも当然わからないから大丈夫というのです。この時誰もそれが銃刀法違反になることも知らずに、お互い小心者と思われたくなかったのか黙認してしまったようでした。みんなの少し臆した様子を見て本田さんはもうすぐなくなってきたから帰ろうかと言い出し、通りに止めてある車に向かって歩き出したそうです。友人たちは本田さんの車でここまで来たので仕方なく彼についていき、しぶしぶ車に乗り込みました。そして本田さんは刀を運転席の横に立てかけて車を発進させたそうです。日が暮れるのが早い季節だったので帰りの山道はだいぶ暗くなっていました。本田さんたちを乗せた車は何事もなく走り続け、みんなまた冗談を言い出す雰囲気になっていたそうです。するともう完全に日が暮れてしまい、いつの間にかすれ違う対向車もなくなっていました。しばらくして運転をしている本田さんはふと後方が気になったそうです。かすかな物音とバックミラーに何かがちらっと映り込んだような感じがしました。なんだろうと思い、本田さんがバックミラーを覗き込んでみると、本田さんたちを乗せた車の後ろを明らかに何かが追従しているのが分かりました。最初ヘッドライトをつけずに追従しているバイクかと思ったのですが、それはかすかにカッカッカッというどこかで聞いたことのあるような音を立てていました。そこでさらに目を凝らしてみたそうです。するとその瞬間、本田さんに戦慄が走りました。それはバイクなどではありませんでした。甲冑をまとった侍が馬に乗って本田さんの車を追いかけていたのです。わあ、後ろと本田さんは叫びスピードを上げたそうです。友人たちはその様子に驚いて一体何事かと後ろを振り返ると全員驚愕しました。馬に乗った侍が恐ろしい形相で車の後ろからついてきていたのです。それは誰の目にもこの世のものではないと分かりました。みんな反響乱になり、早く早く逃げろ逃げろと車内は大騒ぎになったそうです。その最中も馬の蹄の音はだんだん大きくなっていき、自分たちに近づいているのが分かりました。本田さんは必死にアクセルを吹かし、馬より車の方が絶対速いから逃げ切れる、そう信じて走り続けたそうです。それは時間にして1、2分でしたが、本田さんには何十分にも感じていました。すると少しずつ蹄の音が小さくなっていき、追いかけてくる侍との間隔が開いていくのが分かりました。そしてついに峠から幹線道路にぶつかったので、ここまで来ればと後ろを振り返ると、その時はもう馬に乗った侍の姿はありませんでした。本田さんたちはとにもかくにも侍を振り切れたことに安堵しました。そして自分たちが見たものが信じられず、しばらく頭が真っ白でした。でも間もなく落ち着きを取り戻すと、その場にいた全員が
あの侍は盗んだ刀を取り返しに来たのだと思いました。友人たちはこのまま何事もなければいいがと内心すごく不安でしたが、本田さんは強がっていたのか、逃げ切れたのだから大丈夫と自分に言い聞かせている感じだったそうです。その夜は本田さんは友人らを家に送り届けると、そのまま自宅に刀を持って戻りました。本田さんは刀のことは家族には話さずに自分の部屋で保管することにしました。それからちょうど3日後のことでした。本田さんは車で事故に遭い亡くなったそうです。即死だったということでした。その後本田さんのご両親は本田さんが神社の祠にあった刀を持って帰ったことを知りました。ご両親はその刀を即刻見つけ出し、元あった祠の場所に戻しに行ったそうで、それとともに神職の方にきちんとお祓いもしてもらったということでした。そしてそれ以降、友人たちもこのことを語ることはやめました。あのびっくりマークの標識にはやはり深い意味があったのですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。